一番面白いところはですね、最初から最後まで自分がやるんですよ。お客さんのとこ行って説明して材料を選んでいただいて、新床の場合は、お部屋を採寸して使い勝手のいいように、あと部屋の景観を損ねない引き方っていうのを考えて、ヘリの幅はこのぐらいにすればちょうど割り切れるなとか、そういうのを全部自分で設計して、それが出来上がってお客さんに「ああ良くなった」って言われるのがやっぱりいいですよね。機械と手だと締まり方が違う。要はね、一本糸で、縫うのと、ミシンですから上糸と下糸がありますから、後から締めるとかっていうことができないんですね、機械はね。その面では手縫いの方が締められますから。それと縫う構造がね、複雑な縫い方ができる。忍ばせ縫い、表面に針を出して出たところから針を入れる。だから針跡は見えないんですけど糸はかかってるっていう、そういう構造です。その辺が大きな違いかと思います。
僕が今日作った畳は藁といぐさでできてます。で現代の畳どうなのって言われたら、発泡スチロールとポリプロピレン和紙の畳オムタでできてるっていうのがあります。ずっと脈々と稲わら使っていぐさの畳で400年も500年も来てるのに、結局人間はその江戸時代の時と心地よさとか気持ちよさとかっていうのは変わってないわけですよ。で何がじゃあ残るのって言ったら、やっぱり今日作ったような本物、お客様の方もこだわる方っていうのはやっぱり畳を手放さないだろうし、一枚一枚丁寧に使って枚数はできないけど、それを欲しがってるお客様、納得してくれるお客様にこう供給できる、いいタイミングなのかなって逆に思いますね。
1917年に日暮里にハーモニカの専門製造工場を建てたのがトンボ楽器ハーモニカ製作所という由来になっています。国内外含めますと年間だいたい40万本ぐらいの生産数になると思います。このハーモニカは得意なものは童謡、唱歌、演歌、夏メロ、日本のメロディーに特化した配列になっているので、若い方からおじいちゃんおばあちゃんまで愛好者が多いハーモニカになっています。見ていただくと分かるんですけども、上下に2段穴が開いておりまして、実はこれ、上を吹くか下を吹くかということではなくて、上下の音を一緒に鳴らすことで音が出るんですね。で、上の穴にも下の穴にもドであればドの音が入ってるんですけども、下の穴に対して上の穴リードが入ってるんですけども、この調整が少しわずかに、ピッチが高く設定されてるんです。それによって我々トレモロと呼んでいるこの波動ですね、波が生まれることで、情緒のある音色が出ますので、日本では非常に、馴染み深いハーモニカとなっています。ハーモニカというと皆さんちょっとイメージされているものが割とオートメーション化された工場でポンポン出来上がってくるイメージを持たれている方が多いんですけども、実際は手作業によるところが非常に多いんですね。楽器なので、やっぱり普通の一般の工業製品とはちょっと違うんですよね。一つ一つの工程でわずかな調整をすることによって最終的にその楽器の良し悪しっていうのが大きく変わってきますので、そこの部分がやはりこだわりといえばこだわりですね。音色、音程の正確性とか耐久性から吹き心地みたいなものが全ての工程で調整できてしまうので、逆にそこをきちんとやることによって良い製品が世に送り出されているかなと思います。
そうですね、おかげさまで職歴は31年になるんですけども、僕の2歳の時の記憶なんですけども、おじいちゃんがこう鳴らし打ちって言ってですね、こうトン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 ってこう叩く、本当にこう子守歌みたいな、ね、工程があるんですよ。僕なんかこう、何やってんのかなみたいな感じで、バッておじいちゃんとちょこんと座らせてもらうんですよね。で、そして、そこのところでトントントンってこう叩いてるとか、ものすごくこう気持ちいいなじゃないですけどもね、すごくこう、今でも体に残ってる、そのことなんですけどもね。でも僕って今31年経って同じ仕事をするようになってるんですけども、その音が出せないんですよ。その音がやっぱ出せるようにね、それぐらいまでで自分のその子供、自分の孫にその技とかってところを言葉だけじゃなくて何かこうね、伝えることができればな。体験教室だったり、いろいろこうご縁をいただいて、時間をこう共有させていただいたりすると、ここは本当にこう、いろいろ日々勉強にもなりますし、今もう外国人のお客様もものすごく多く来られたり、銀器に携わっている方も来られるんですよね。2024年っていう時代で、この作り方でやってるんですかっていうふうに、皆さんはそういうふうに、改めて、自分のやってる仕事ってすごくありがたいんだなってところをね、お客様からも教えていただくので、日々いい時間を過ごさせて